見ました？昨日そこ道糸が道糸わかるんだ。おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日は千葉県柏市柏ふるさと公園横手賀沼水系の大堀川に来ました。めちゃくちゃ寒い、寒波で冷え込んでいますが、釣り道具を運搬したので準備開始。アイダマはもう台を出してる。よろしくお願いします。あー、手が冷たい。北海道あったけー。長竿ですから。腕が死んでるアイダマン FX24 でやるそうです。いやー、頭おかしいですね。褒め言葉ですよこれ。6時43分アイダマン1投目スタート。よし、釣り台準備が完了しました。あとは竿とか竿掛けとかその辺を準備していくだけ。いや、釣るだけ。頑張ろう。アイダマンの目の前、まさに24で届くんじゃないかって、そのちょうどドンピシャですよね。竿は月光剛の18尺と迷いましたが、暁の18尺でいきます。もし相田さんの方が先に釣れるようなら V の23も持ってきましたのでこっちにします。これは飛び作りの21と2318。今日はその3本かな。長い竿でやっていきます。浮きはどれにしようかな。まだ細パイプでいい気もするな。浅いし、これの9かな。今日の浮きはこれでいきましょう。流れが若干あるのと風が強くなるのでバランスではなくドボンで、重りは 1.0。 取れない、取れた。1号でいきましょう。7時1分手賀沼水系大堀川の水を確保。美味しい水を確保。餌はシンベラグルテン走行75の芋5から10ぐらい入れるかな。で15くらい、20にしようかな。20の10の75、105に水100でいきましょう。グルテンを先に混ぜておいて、水を100、よいしょ。ぐるぐるぐるグルテンぐるぐる。給水なんだかちょっと柔らかくなっちゃいそうな気がする。ちょっと水少なめにしておくべきだったか。あとコンパクトタオルを忘れた。コンパクトタオル給水と、冷てー。給水要請、よいしょ。ゴミは必ず持ち帰りましょう。針はですね、セッサの6号にしますか。真ん中6号。今日のハリスはちょっと長め、30センチの40センチです。よし、じゃあ1投目よろしくお願いします。
いっす。これはだいぶ横にずれるなと思ったので一旦回収。やり直してドンピシャバッチリです。冷たい。先ほど手賀沼水系と言いましたが、そもそも手賀沼自体が利根川水系。この大堀川も正しくは利根川水系になります。朝ごはんの納豆巻きと天たりまぶしを食べていきましょう。物価高に慣れたせいか納豆巻き192円。まあなんかこんなもんかなって気がしてきます。その後当たりはどう。おお、8時20分、相田さんハリス切られたそうです切られちゃいました。あ、06ですか。あ、そっか、1.2 の06ですか。06あったら切れなさそうですけどね。いやー、でもどうでしょうか。まあでも魚は魚だと思うんで、当たり出し早かったですね。動き出しがまだ8時台ですからね。うん、下手すら午前中で肩ついちゃうみたいな。まあそうですね、そこまでは。おおおお、噂をすればなんとやらでぬめんしました。うおりました。ハイパーチャンスというか、取れよお前っていう。この銀のパッケージには夏冬マッハが 50cc ずつ入っています。合計粉が150ってことですね。水を70ぐらい入れればよかったのかな。65くらいか。当たりました。70ぐらい入れればよかったかな。65くらいか。当たりました。じゃあ今だ。さっき相田さんの釣り竿と利根川の釣り竿での見逃しは数分しか違っていませんでした。さっき相田さんの浮きが動いた時間と利根川が当たりを見逃したのは数分しか違っていませんでした。つまり魚が回遊するタイミングはほぼ同じはず。団子餌を作ろうとして撮影していましたが、とりあえず急いでグルテンをつけて投入。反応がなかったので4分4秒後に竿を上げて仕掛けを回収すると、皆さん当たりわかるでしょうか。分かった方はコメント欄にコメントを残していってください。なんだ。お、なんだ。お、合わせてないぜ。魚ですよ。食ってそうですよね。上がり方が口から上がってるんで、なんかしかも上顎にかかってそうな魚っぽいっす。風が食ってそうだ。食ってる。ありがとうございます。はい、今やっと動きます。動いてないや。合わせてないんですけど、あげたら食ってて。下向きでかかってます。とりあえず船が釣れました。前回の動画もそうでしたが、
利根川はドボンの当たりが取れなくなっているのかもしれません。でも食っててくれてありがとう。さっき当たりが出ていなかった、私が見逃しただけなんでしょうけど、当たりが見られなかったので、ハリスを30の40から20の30、10センチ、長い方を10センチじゃない、長い方20センチ詰めればこの下の30は変わらずなので、長い方をちょっと詰めます。車でこの場所に向かう道中、動き出すのは太陽が出てきて温まったお昼頃かね。そんな話をしながら向かっていましたが、当たりを取っていないとはいえ9時29分に食ってくれるとは思いませんでした。そこからさらに30分が経過したこの一頭、食います。それにしてもここは水深が浅いです。この地形はどうやらこう深くなっていて、ここは深いの方で、相田さんの方もこう V 字を描くように深くなっているようですので、もしかしたら真冬はこの辺溜まるのかもしれないですね。それにしても風が強い。昨日見た天気予報ではお昼頃をピークに風速10メートルまで強くなるとなっていましたが、今はまだ風速3から5メートルくらいでしょうか。右側で竿を出している相田さんはヘラ FX の24尺を振っていましたが、そろそろ腕の痛みが限界ということで 19.5 尺のヘラ V に変えるそうです。まだ浮きが思いっきり斜めになるほどではありませんが、結構辛いです。思いっきり左から右の横風ですからね。見ました？相田さんに当たりを見られてしまいましたが、食いましたよ。そうですね。今のはそうですね、誰でも、これそうですね、さっきのよりもちょっと一回りでかい気がします。気のせいかな。でもいや当たり取れた。ヘラブナさん、ありがとう。魚の回遊が止まってる感じがするので、サラダチキン、お昼ご飯のサラダチキンでも食べましょう。浮きまで約10メートルの距離があるので、風で細かい動きは見えない。もうちょっと水面が静かならなぁと思いますが、風が吹いているからこそ浮きが動くというのもあるでしょうし、贅沢は言えません。なんだこりゃ。いや、これ多分スレですね。いたんすね。釣れちゃった。エラにすれちゃってますね。いやー、引っかいてしまった。いたのか。この子はエラに引っかかってました。すれちゃいましたが、かっこいいじゃないですか。このヘラブナさんかっこいいじゃないですか。なんですれちゃったんだ。食わせたかった。ごめんね。ゆっくり泳いでまたあそこに行ってそして食わせらんねえな。時々竿を引いたり送ったり誘いを入れていますが、今回は全然それが効いていません。じっと待っていた方がかえってよかったくらい。触りか。違う、葉っぱが引っかかったんだ。葉っぱが道糸に引っかかってました。なんか変な動きをしたんで。現在の時刻は午後1時。釣りをスタートしてから5時間近くが経っています。グルテンの手触りがなんだか変です。もちろん
一気に変化したわけではなく、グラデーションのようにケージ変化していたはずですが、サラサラしてきたというか、まとまりにくくなってきたので、グルテンを作り変えます。その前に餌をしっかりつけて投入した1頭がこれです。ちょうど狭間の1頭。グッて走ってた。目を離した隙に、あ、擦れてたのか。もったいねえ。やっちまった。餌のこと見てたら。あれがさっき作り直す寸前、当たりを見逃した時のグルテンで、こっちが今回作り直したグルテン。こっちはふわーっと一気に、ケージ変化してほわーっとばらけましたが、こっちは塊感があったので、なんか今のブレンドじゃなくて、もうちょっと柔らかくするか何かを入れる方がいいのかなとか考えて、浮きを見たら浮きがありませんでした。浮きがなかったので合わせたら、多分あれ擦れて持ってってたというか、引っかいちゃってたんでしょうね。いやでもなかったから食ってて吐いてそれを引きずっちゃったのかわかんないですけど、考え事は良くない。でっかいですね。さん、この距離で、あなたもしかして浮きのそこ道糸が、道糸わかるんだ。避けてくれた。ありがとう。白鳥さんありがとう。ですかね。この白鳥、コブ白鳥というらしく、本来日本には飛来しないそうで、外来種扱いなんだとか。この場所のすぐ裏が柏ふるさと公園なので、トイレがあるのはありがたい。あったかい。カロリーは摂取したくありませんが、ブラックコーヒーでは胃がやられてしまうので微糖。さっきトイレで自分を見たんですが、ほっぺたがどどめ色でした。寒くてネックウォーマーをしても、ここら辺は寒くて寒い。なんだかんだで風速10メートルになるという予報はなくなりましたが、ちゃんと風は強いです。利根川の左側にある橋の向こうに数人釣り人らしき人は見えましたが、強風の予報だったからか、この護岸された並びに他の釣り人は一人もいません。浮きが風に煽られて斜めになっています。実は自分でもびっくりしたんですが、手賀沼水系での釣り、今までやってなかったんですよ。相田さんが昔ここに何度か来たことがあるそうで、いくつかの候補からこの場所を選びましたが、初めての手賀沼水系、楽しいですね。ちょっと当たりを見逃しすぎているので、もうすぐ訪れるのっこみを前に集中力を高めておく必要がありそうです。なんだこれ、くれちゃったんか。動いてますよね。じゃあ食ってんのかな。アッパーか食ってっか。下張りじゃない、上張り食ってます。なんかヌンと入ったんで、長いですね。そうですね、懸垂台乗っけますか。41.1 ちょっとある。41ちょっとありますね。ちょっと、でも確かにこの辺があれですね。体が。顔的には。大きな船ってことで。大きな船ですね。もうなんかもう釣れるだけありがたいですよ。この寒さ。41、40超えの
ふなちゃん。よいしょ。45円のとりあえず。おめでとうございます。ありがとうございます。でかふなちゃん。よいしょ、ありがとう。泳いでた。ここは深い。ここは深いで。ここは深いのところに行ってしまった。深いところに行きました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。私も来ましたが、アイダマンも来ました。また。いやー、乗される寸前だったそうです。左腕が痛めてなければすぐ合わせられたんでしょうけど、横の風が激しすぎて投げるのを失敗。投入ポイントのコントロールは大事です。しっかりと餌を付け直してもう一度。これでもかっていうくらい真正面まっすぐのところに投入できました。そういえば利根川のドボン仕掛け、過去に動画にしたことがありますが、そこからまたちょっと変わっているので、この前コメントでご質問いただいたので、せっかくですから載せておきます。ドボンの仕掛けなんですが、最近はバランスの仕掛けの上に糸を巻いてストッパーとして、この何だったっけかな、リコーサーバンスの極端だったかミニだったか、バネが1個のやつを使ってます。前は2個のやつは使ってたんですけど、パチンって弾けて飛ぶんですよ。でこれが1個のタイプはそれほど飛んだことはないかな。まだこれを最近は使ってます。ピントが合ってないな。これです。重りは若干潰してあります。さてさて、夜の23時、現在の時刻は夜の23時ですが、夜のスシローから帰ってまいりました。穴子の1本を使った天ぷら、かぼちゃの天ぷら、ブリ、タイ、甘エビ軍艦、しこたま食っていきました。ダイエットはもちろん継続中です。今日は食べてしまいましたが、その代わり食べないときは食べないということで、かといって食事を減らしすぎるとその反動が来てしまうので、ほどほどに。なんせ動画投稿と同じで、ダイエットも正しい食生活もマラソンです。いつまでも淡々と続けるだけ。淡々と続ける動画投稿という話ですが、今回から毎週木曜日夜19時の動画公開を春ののっこみが終わるまでやめます。毎週木曜日ではなく不定期になりますが、動画編集を優先せずに、今暑い、その時暑い釣り場に行きます。尺の無駄な引き伸ばしもしないので、一層クオリティの高い動画をお届けできると思います。夜の19時公開というのは固定にします。なのでチャンネル登録をして動画の公開をお待ちください。それでは本日最後のヒットをどうぞ。持ってってた。餌いじってたら持ってってました。情けねえ。また最高ですね。しっかり食ってら。全開ですね。かっこいい。おお、37か。37.4。374ですけど対抗ありますね。対抗ありますよ。合わせてないけど食ってた。上顎にがっつりかかってた。よし。はい、ありがとう。泳いでった。あ、止まった。物陰に隠れた。泳いでった。
コポコポしながら泳いでった。ありがとう。またねー。釣れた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 。